天気ですね。ございますか。愛こそはね、目に見えないで、そう愛ありね、全てさらけ出して、愛してると胸に刻み込んで捧げる願いは全部ラストだ。まだまだ声出せるな。はじめまして、よろしくお願いします。あれもこれもそれもどれもできない足りないでも全部欲しいってわがままも聞いてひざまずいた Listen to me Hey my boy。 はい、日本の東京で大学生をしていますしずきと言います。よろしくお願いします。今が21歳ですね。はい。 Shizuki is a young fan who performed 7 covers of Band-Maid songs during her school festival. She posted parts of her performance on her social media, making everyone, including Maniacs across the world, very happy and very proud. はい、バンドメイドを知ったきっかけなんですけど、高校の時になんかガールズロックバンドでかっこいいバンドないかなって思ってインターネットで探していて、でその時のまとめ記事みたいなものでバンドメイドっていうバンドがすごいかっこいいよっていう風に書いてあって、そこから音楽を聴いてみてバンドメイドに出会いました。でバンドメイドの好きなところは全部好きです。ちょっとね、まあファンの皆様はね、全部としかもう言いようがないんじゃないでしょうか。はい、バンドメイドで一番好きな曲、これめっちゃ難しくて悩むんですけど、1曲あげます。ちょっと小鳩曲になってしまうので申し訳ないんですけれども、私はさよなき鳥が一番好きです。で、一番好きな理由としては、バンドメイドの、YouTube のさよなき鳥のアコースティックライブ映像を初めて見た時に、もうあまりの音楽としての美しさに衝撃を受けて、特に一番最後の大サビのところでの流れるような高音のメロディーに本当に感銘を受けて、で歌詞も美しい、もう小鳩の描く世界観にももうこうグッて刺さった感じがして、でそこから音源のロックバージョンのさよなき鳥を聴いて、ロックの激しいながらも切ない大サビを歌い上げるあの感じにもう完璧にやられてしまって、あの曲がもう一番の私の中での衝撃だったので、さよなき鳥をあげます。ちょっと小鳩曲なので申し訳ないんですけれども、あの曲が一番私の中で、衝撃を与えた、私の中で一番大事にしてる曲です。Shizuki discovered Band-Maid in 2019 with the album World Domination and fell totally in love with their music. As you can see from her look, she absolutely loves Miku, and she is following in her footsteps as a person and a guitarist. But we'll talk about that later. バンドメイドの2019年以降の進化についてなんですけれども、今回新しいアルバムが出たっていうこともあって、本当にその進化はもう目を見張るというか、もうハードロックというそのジャンルですらないジャンル、バンドメイドとしか言い表せない音楽ジャンルになってきたなっていうのがすごいあって、で、大体それへの転換期が、ちょっと2019年ぐらいからなのかなっていうのは結構感じるんですけれども、なんでしょう、もう唯一無二の音楽、ハードロックな中にキャッチーさもポップさも他の音楽のジャンルとかも結構いろいろ取り込んでて、もう一言でハードロックバンドとは表せなくなってきて、でもその根底には絶対にロックのかっこよさもあって、なんかもう言葉で言い表せない
進化ですよね。本当になんだろう、もう私たちもその進化にワクワクさせてもらってるし、次の進化が想像できないし、本当にすごいバンドだと思います。私はバンドメイドを知ったのは結構5年前とかなんですけど、お給仕に初めて帰宅したのはすごい最近で、2023年の11月の横浜アリーナが最初だったんですね。本当にもうめちゃくちゃ新参者なんですけれども、でその時の気持ち、一番印象に残ったのが小バトのギターソロなんですけれども、もうこのステージのど真ん中に一人で立ってスポットをバーッと浴びて、で仁王立ちになってギターをこうかき鳴らすっていうあの小バトがもう本当にかっこよくて衝撃を受けたんですよ。もうあの瞬間に小バトが私にとってのスーパースターになったんですね。一番好きな曲はっていう項目の時にさよなき鳥をあげたことからもわかると思うんですけど、私はもう小バトが本当に大好きで、小バトを心から尊敬しているし、小バトをもう一番の憧れとして認識しているんですけれども、そのきっかけとなったのは結構その横浜アリーナのお給仕の小バトのギターソロだったりします。学園祭でバンドメイドの、コピーをやろうと思ったきっかけは、もともとその私が、自分でギターをやってて組みたいバンドは何かって考えた時に一番バンドメイドをやりたいなって思って、でドラマーの友達にそれを話したら、その人がバンドメイドを聞いてくれて、ですごいいいバンドだね、私もやりたいって言ってくれて、でさらに他のギタリストの人に話したら、バンドメイドのライブ今度行くんだってその人に言われて、バンドメイド知ってるの？知ってるよみたいな会話になって、じゃあ組もうっていう感じになりました。私が組みたいって言って、でメンバーが集まって、でせっかくならそういうみんなに見てもらえる学園祭の場までみんなで努力していっぱい練習して披露したいねっていうお話になって、今回カバーをすることになりました。そうですね、もちろんメンバーにもライブ楽しかったねみたいな感じにすごいなりましたし、ドラマーの友達とは、羽田の、ZEP ツアーのファイナルにも一緒に行くことになりましたし、みんなですごいバンドメイドを楽しめたなって思います。はい、曲選びの基準なんですけど、
今回、学園祭の持ち時間が35分ということで、35分で7曲をやろうって話になって、で、その7曲しかないから、もう全曲雰囲気の違う曲にしたかったんですね。お客さんを飽きさせないっていうためにも。で、かつ、いろんなアルバムからなるべくまんべんなく撮りたい。かつ、まあ結構ミドルテンポな曲も、速いテンポの曲も入れたい。で、いろんな色のある手取りにしたいっていう風に考えた結果、1曲目が I Can't Live Without You、2曲目が Don't You Tell Me、3曲目がリアル、ちょっと読み方わかんないですけど、リアル、4曲目が、マナーズ、5曲目がフリーダム、6曲目が Choose Me で、最後にさよなきどりを持ってきました。バンドで合わせるのが一番難しかった曲は、もう圧倒的にさよなきどりです。さよなきどりも、この変拍子のところが本当にできなくて、なんか、テンポが一定にならないんですよ。曲全体を通して、遅くなったり速くなったりしちゃって、みんなで。で、そこを、もう一定にするのがすごく大変で、めちゃくちゃ苦労しました。今会えない夜を越えて胸に見せた思い出が全然つくようになれるの心が奪われて心が奪われたまま人生さ今に少し待ってみたよでもチャンス
に憧れている理由は本当にたくさんあるんですけれども、まず第一に大前提なんですけど、もう見た目が可愛い、本当に可愛い。まず見た目で小鳩のことがもう一瞬で好きになりました。すごく可愛くて。で次に生き様がかっこいい。彼女のもうロックな生き様にはやっぱり憧れますね。で、それももちろんなんですけど、やっぱりその横浜アリーナのお給仕で見た小鳩がかっこよすぎて、その時に小鳩の大ファンになったんですよ、私は。小鳩は私にとっての歌姫であって、ギターヒーローであって、スーパースターなんですね。で、小鳩が私の歌姫になった理由は、さよなきどりを聞いて衝撃を受けたから。で、小鳩が私の、ギターヒーローになった理由は、横浜アリーナのお給仕のギターソロで感動したから。かっこよすぎたので。で、そういうもろもろがあって、私にとってのスーパースターに小鳩がなりました。なので、小鳩のことが大好きだし、憧れてます。As Maniacs are well aware, it's not often that we come across young Bandmaid fans. And even though Shizuki is not the first to perform covers of Bandmaid songs at a school festival, we always enjoy those special moments made with a lot of passion. But she also worked part-time all summer to be able to buy the guitar of her dreams, one of Miku's famous guitars, the Zamitis Aces and Eights. Once again, her story proves that Bandmaid inspires all generations in many ways. And for Shizuki, this is just the beginning.学園祭の、ライブが終わった時の気持ちはもう楽しかったやりきったぞみたいな気持ちがすごい大きくて、すっごい本当にもう余韻がずっとあって楽しくて、来年もみんなで出たいねって話になって、でもうバンドメイドカバーできてよかったなってすごい思いました。そうですね、これからもギターは続けるつもりです。私は、別にそんなにギターが上手くないのにゼマイティスを買ってしまったので、ゼマイティスに見合うぐらい上手くなりたいと思うんですね。で、結構そのバンドメイドでコバットミクのパートとしてバッキングをずっと弾いていたんですけれども、ソロ回しとかもやって、バッキングだけじゃないギターとかも上手くなりたいし、もっともっと上達したいなって思います。世界中のバンドメイドファンのみんなでね、いっぱいいっぱいバンドメイドを応援できたらなと思います。
はい、ありがとうございました。「